ンドゾーン2。2カ所同時干ばつが来るも大した被害すら受けなくなった我らが白霊号。ついにタウンセンターのアップグレードも完成。資材をもっと溜め込んで村をさらに大きくするぞー。しかしそんな白霊号に暗雲垂れ込める。ガイガーカウンターのカウントが上がってる。放射線が来るぞ。非常事態に備えて火葬場を2軒建てときましょ。放射線に備えるのではなく、遺体の処理方法に備える鬼畜。いやマスク作ってるよ。在庫が常にゼロだけど。ダメじゃねえか。んなわけで火葬場ができたので、通常の墓地は取り壊しちゃおっと。上の墓石は綺麗に片付けられたが、埋まってた遺体がどうなったかは公然の秘密である。ワクチンの製造などで使ってるプラスチックの在庫が切れたので、リサイクラーを立てまし在庫管理をミスっちまったがワクチンは余ってるからまあ大丈夫か。白霊高原はいい感じに成長し、右上の肥沃な土壌は全てプランテーションになりました。繊維の大量生産が軌道に乗ったら、マスクも在庫ができるかな？入りきらない食料やスクラップを、近所の風力タービンにこっそり隠し中。水や食料の不足とは無縁の生活になったぜ。と言ってるそばからババアに水がないと怒られるヒルズ。なんでだよ。桟橋に人配置してないよ。あ、桟橋アップグレード中に人外してそのままにしとった。アップグレード完了してるなら今後は水汲みも余裕になるかな？もりもり貯水が増えてく、最新設備はやっぱいいな。用務員のタウンセンターをアップグレードします。うちより後にできた町のくせにずるいぞ。アップグレードに使う鉄製の工具はここで作ってるのです。優先されて当然です。人口も200人を超え労働力にも余裕ができたので、スクラップ場を新設し周囲の清掃でもさせましょう。用務員は白霊号と並ぶ土地の広さ、発展させて有事の際には互いにフォローできるようにしましょ。おっと研究忘れてた、適当にバスで。これで全車種コンプリートだぜ。白霊高原の繊維が収穫できたどー。これで布地の大量生産もいけそうだな。よし、布地を作ってそれからマスクだ。恐れていたことが現実になりました。放射線レベルが急に上昇しています。マスク間に合わんかった有毒な雨が降ってきたぞ。白霊号と白霊高原が汚染されていくとりあえず放射線の影響を中止。入植者たちが祝典を開きたいと言っています。物資の提供をお願いします。有毒な雨の中祭りを開きたいというその心意気見事、我らは放射能などに負けはしない、放射能我慢大会だやっはー、全身で放射能を浴びてやれー。結果疫病になりました。まあそうなるわな。直ちに影響はないと思ったのに、さすがに放射能我慢大会は無茶が過ぎたな。では継続して疫病我慢大会で、アホか村が滅ぶぞ。さあ声援。まあ疫病だろうと問題ない、火葬場をフル稼働だってこの施設石炭使うのか。石炭の使用量が目視できん、消費量がわからんのは怖いな。じゃ石炭使わない墓地の方がいい気がするので、余裕がある時は墓地にして、ピンチの時火葬場も稼働にしましょ。破壊した墓地、結局再建したのであった。用務員は順調に発展しているので、さらに住宅街を拡張します。赤子の数も少なくなってるし、ニョキニョキさせて未来の労働者を増やすであります。土地が広くて羨ましいぜ。増える人口に備えて植林した地域に最終小屋も建設と、ちょろちょろっとしか生えてなかった木々が立派な森になりました。つかすでに食料在庫が危険水準だぞ。まあ収穫量も多いしこれで改善されるかな。ビャー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 バーバーバー。放射能我慢大会の犠牲者たちの葬儀がしめやかに執り行われました。犠牲者は70名を超える過去最大の災害となりました。とりあえず遺体が山積みだと疫病が発生するらしいので車の中にねじ込んどきましょ。うわ一台の車に何十人の遺体ねじ込んでんだよ。ちょっとした都市伝説になるかも。大人の数が一気に減っちゃったから、いい感じに労働者を配置し直さねば。レンガ工場を停止して他に割り当てたけど、それでも人が足りてないな。人口自体は赤子がいっぱい生えてきたから問題ないけど、成長するまで村の発展が遅れそうだね。だな。鉄鉱石がこちらに届かず鉄の精錬所が止まってしまいました。おっと放射線や疫病で慌てて鉄を送るの忘れてた。毎回手動で送るのもめんどくせえから、距離は近いけど定期便のルート設定しとくぜ。いのー、ちの水。放射能汚染された命を刈り取る水だろうが。白霊号の土壌の放射能がもりもり上がってきております。防護服が不足してます。知ってる。頑張って作ってるけどマスクすら足りねえ。まあお亡くなりになったら車にねじ込むよ。こらこら。
さてお墓の再建設が終わったので火葬場は停止して一軒撤去しましょ。墓だけで処理が追いつかなくなったら、火葬場を稼働させる運用になりました。さて疫病は去ったけど村の4分の1が赤ちゃんか、みんなバブバブしてるのでしばし成長を待ちますか。村の平均年齢やばそう。取間適当に建設だけ進めて、赤ちゃんたちの未来の職場だけ先に作っときましょ。湖周りをちょい開発。やっはー、デスバギーのご到着だよー。うわこいつバギーの中に65体も遺体ねじ込んでやがる。10体だけこちらで処理します。イベント見たら雨と有毒な雨が降ってるけど同時に干ばつも起こってるみたい。アプデで軽くバグったんかな。乾いてるのか湿ってるのかはっきりせー。用務員の労働者がまた余ってきましたので、とりあえずスクラップの回収を強化します。ひどい災害とか来てないから用務のところが急速に発展してるな。鉄鋼量とか強化した方がいいかな。どこかで原料の採掘からしないとですね。白霊号では非常事態に備え墓地を、建てまし埋めてごまかすの術。まあ大人が減ると赤子ばかりになるから、村の発展が遅れて今後色々問題になるかも。問題発生墓守が遺体がないのにずっと埋葬を続けてるぞ。それは仕様です。こいつは一体何を埋めてるんだろう。デスバギーが、帰ってきたどー。白霊号から運んだご遺体がドライブを経て、また白霊号に戻って参りました。車から少しずつ下ろして埋葬しまっしゅ。細かい建て替えで土地を確保し住民を増やしたヒルズで、最終小屋も建設だぜ。細かい調整でなんとか自立できてそうな感じになったね。白霊高原もプランテーションが完成したので、インフラ関係を微調整っと。子供の数も少なくなってきたし、そろそろ住民増やす頃合いだな。さて最後に建てたプランテーションにも労働者を割り当て、と思ったらすでに繊維の在庫がマックスになってた。おい。トリマラテックスの生産に切り替え。資材が溢れるともったいないから、ここもそのうち定期便をルート設定だな。肥沃な土壌はもう一箇所あるけどどうしようかな。原料生産よりかは先に加工を強化かな。綺麗に建物並べるにはこの辺の廃墟が邪魔だし、先にスクラップの回収しましょ。片付けてる間に大人も増えるだろうしな。村人ニョッキニョキ。村人ニョッキニョキ。白霊高原に新たな命を生やすのだー。マスクの原料用の村とはいえあっという間に発展してくな。前に文句言ってた薬局が2種類ある問題。アプデで薬局と薬剤師になりました。薬剤師がワクチンを作る人になってるけどドラッグストアで売ってる人が薬剤師では？細けいことを気にすんな。錠剤も業務の一部だ。薬剤師は食用だし製剤室のような。うるせえしばくぞ。荒ぶった、心を癒す、白霊の森。最終実験で生やした植林地、立派な森になったな。赤子が大人になるまで暇？放射能祭りの爪痕は深い。さて資材が溜まってたので研究を再開。お次はアップグレードしたプランテーションを選択。プランテーションもアップグレードできたのか。これでさらに原料の大量生産ができそうだな。白霊号の西側を少し再開発。使ってない移動解体だー。これ干ばつ中に使ってもいいけど、お前すぐ人の割り当て戻すの忘れるんだよな。貯水いっぱいあるからそもそもいらん。でこちらには仕立て屋さんをずらっと建てるつもり。これで在庫ゼロのマスクがプラスに転じるかな？完成と同時に殴り合いで奪い合って、そのままお亡くなりになって埋葬されてそう。なんとか村人の生える速度より早くマスクを作らないとだな。用務員の労働者が余ってますが、良い働き場所がありませんね。あら羨ましい。遊ばせとくのはもったいないぜ。スクラップの在庫もいっぱいで回収が滞ってましたので、通常の工具を大量生産することにしました。鉄製の工具作るときにも普通の工具使うし、ここでいっぱい作るのもありかもね。ヒーハー、デスバギーさんのご登場だー。はいはい、うちで埋葬しときますね。これで70体以上あったご遺体すべて処理完了だ。白霊高原のインフラ整備、総人口がマリサーヒルズに並びました。早えな、ついこないだできたばかりだったのに。工具工場とかもアップグレードして、ある程度は自立した感じになったよ。初期資源が多いと発展速度が違うな。うちの時はもっと苦戦したもんだ。それはマリサが下手なだけ。失敬な、デスバギーにねじ込むぞ。やめてよ。防護服がありません。おばあちゃん防護服はさっき食べたでしょ。いや食い物じゃねえよ。用務員に送る鉄を増やそうと鉄鉱山を建てようと思ったんだが、どうやらこれ鉱脈一つに一箇所だけだな。追加で鉄を掘りたかったら新たなセクターに村を開村するしかないか。地味に面倒だ。ヒルズの開発はそろそろ限界に迫ってるけど、
少し詰めればもう少し発展させられそうだ。壊して再開発？それなら新しいセクター入植した方が楽じゃない？私はこの町が気に入ってるんだよ。サイですか？小屋の位置をずらせばギリ苗木場が建てれそうだ。地味回収パズル。廃墟を撤去した場所に織物工場だ。ギッチギチヒルズ。都会は人口密度が高いんだよ。人口少ないじゃん。うるせえバギーに閉じ込めるぞ。あわわ。さて織物工場の効率アップのために隣に井戸も建設だ。細かい配置を調整中。出せこの生臭いバギーから出して噂になってるバギー、夜な夜な少女のすすり泣く声が聞こえるそうです。中に霊がいるからな。ではデスバギーの中からアップデで追加された統計を見ながら今回はここまで。面白かった、続きが気になると思っていただけたら、チャンネル登録高評価、よろしくお願いいたします。更新がちょっと早くなります。放射能祭りからの疫病で大打撃を受けた白霊号。子供が無事成長し大人になり復興することができるのか？気になる方はチャンネル登録がおすすめなんだぜ。ではまたお会いできることを願って。じゃ、またねー。